本ではいろんな事件が起きた時にその後いろいろ法律が改正されたりして嫌な思いをすることもあれば、これでよくやってるなと思うこともあります。例えば、オウム真理教事件の時にとてもあちこちの、駅とかそれから電車の中で事件が起きたので、その後もうゴミ箱が本当に減ったんですよね。だからどこにゴミ箱があるのという不思議な国で、アメリカ行くとそこら中にゴミ箱があってゴミを捨てられるのに、日本にいたらゴミ箱がないんですよね。もう外国の人が来たらびっくりしちゃうんじゃないかと思うぐらい。だけど誰もゴミを落とさないわけですよ。それってすごいなと思うんですけど、いい面で言ったらそのゴミ箱がなくてもゴミを静かに持ち帰る、誰も文句言わない、それってすごい我慢強いですよね。この我慢強さ、クレームを言わないというのはポジティブな意味ではすごい我慢強い。だけど悪い面で言うとなんとか非政治的というかですね、政治意識がなく全く政治が悪くなっても何にもデモをしないとかね、その反対意見を言わないとか自己規制をしてしまうという、そういうマイナスの面も確かにあるなというふうに思いますね。だからプラスマイナスどっちが大きいのかよくわからない部分ですけれども、確かに我慢強いです。例えばその我慢強さはどこに出てるかっていうと、ゴミを捨てないっていうことも、こんなにゴミ箱がなくてなんで文句言わないんだろうというふうに思えてしまうほどなんだけど、どこを見てもゴミが散らかってないと。でもう一つは、それはネガティブな言い方ですけども、やっぱりゴミを拾えば公園も道もきれいになると。でこのきれいになるっていう部分では、江戸時代から人の部分にまでちょっと分け入っておせっかいをしながら地域全体を安全にしようというのが江戸時代の基本的な文化だったんですね。ですからここにもDNA 的なものを感じるんですが、例えば江戸時代、江戸の町っていうのは夜10時を過ぎると木戸を閉めたんですね。ですから10時より遅くなったらよっぽど許可証がないと別の町にも行けないし、どこにも行けないようになってた。だから自分のねぐらで寝るということは、木戸には木戸番がいますから、それも御家人っていうかですね、すごく江戸を守ってるすごく偉い位の人たちがその木戸番をやってたので、あんまりね泥棒がよっぽど上手にその天井から天井に渡っていかない限りは道を通って次の町に行くことができないと。でそういうのが一つ。それともう一つはですね、火の用心っていうカチカチっていうのがあるんですね。で江戸はものすごく火事が多くて木造ですから、とっても燃えやすくて、風が吹くとものすごい振り袖火事とか言ってですね、もう火事でもう10万人焼け死ぬとか、ほとんど江戸城までも燃え落ちちゃうみたいなね、そういう江戸の半分が焼け落ちてしまったっていう事件もあるぐらい、火事が多かったんですね。でそのためにボランティアとして火の用心カチカチっていう木の拍子木っていうのをですね叩いて、そういう意味で自分の腸内をいつも巡回すると。だから腸内っていうのはマイシティマイタウンで、それは親戚のようなものなんですね。だから親戚のようなフィールドがあるので、ご苦労様っていうふうにみんなも声をかけるし、ありがとうございますっていう気持ちもあるし、安心っていう気持ちもあるんですね。火の用心がカチカチと、街を歩いてくれてる間は、私たちは火事の心配もなければ、防犯上その人たちは変な人が来たら見てるわけですから、見知らぬ人が来てね子供をさらっていくとか、そういうことも起こりにくいということで、町内の中に本当に大人たちの目があって、その中で子どもたちが守られるというふうな小さな単位があったんですね。でこの単位っていうのはですね、戦争の時代にも町内会で必ず防火を一生懸命やらなきゃいけない。これは婦人会と言われる人たちがみんなね、空から爆弾が落ちてくると、市民に爆弾を落としちゃいけないんですよ本当は。でも太平洋戦争の時にはもうアメリカからがもう大都会をどんどこ大阪も東京も、神戸も、
もうその他の地方都市もみんなその市民の上に爆弾が落ちてきたんですね。だからそういう時に防火訓練をしたんです。それはバケツリレーといってね、バケツなんかでリレーして水汲んで屋根の上にバシャーってかけて、それで防火なんかできるわけがないんですけど、江戸時代の流れとしてそれに参加して自分たちの町を水で守る。だからそれはそんなになんていうのか暴力的なものではないんだけどね、でも町内会という組織の中でみんなで協力して毎日毎日その防火訓練をするということをやっていた。でそのようなことが本当に役に立ったかどうか分かりません。いざ本当にすごいね、何百機っていう飛行機が B29 とかがね何百機も来たわけですから、1回に。そしたら空からもう本当にガソリンのようなものを吹きつけたものをバンバン落としていくわけですから、ものすごい死者数だったんですけど、東京で10万人、その他の都市で3万人5万人が焼け死ぬというような状態が繰り返されて、だから今よその国でね、その市民を殺戮しちゃいけないというね国際的な戦争のルールが破られていく時に、私たちは自分の国もやられた思い出があるもんですからね。私はその時まだ生まれてませんけども、母などはそういう目に遭ってるので、そういうことを聞くと本当に戦争で負けるっていうのは辛いことだなって思います。負けた方がそういう悲惨な思いをして、たくさんの人が子供も大人もおじいちゃんもおばあちゃんも亡くなっても言えないわけだからね。だからそういう意味では負けるっていうのは辛いことなんだなっていうことを思いますけれども、そのような訓練っていうのはやっぱり逆に言うといいことだと思います。いつも訓練してるとやっぱりその集団で自分たちの場所を守らなくちゃいけない。それから忍耐力が必要なんだっていう、それでみんなと協調するっていうことは、協調を強要されるとある種嫌な世界になりますけれども、そうじゃなければやっぱりいざ地震が来た時に普段訓練していればそれは被害をある程度軽く抑えることができるので、東北の震災の時に普段から忍耐力を持つような訓練がなされてきている場所においては、スーパーとかね、そういうところでもきちっと行列を作って、で自分で全部取っちゃうっていうんじゃなくて、後の人の分も残しながらそういうふうなことで食料をスーパーから買う。またスーパー側もね偉かったのは、被災地に残った商品を次の日にはオープンして、そしてもう物資をね一生懸命町の人たちに売ってあげたと。そういうことで最小限でね被害が抑えられるようにみんなで協力し合った。これは政府がやらないことなんですね。政府ってダメだったと思いますよ。でもそれ以前に民間のスーパーのオーナーが物資も一生懸命運んだし、それからそれを買う方の人も襲撃しないでね、自分の分と他の人の分とその次の人の分もちゃんと考えながらお互いに行動できたっていうこと、これはやはり普段の集団で訓練をするという、DNA ですか。だから火の用心の訓練に始まって、戦争中の訓練に始まって、その延長上で防災の訓練があって、そしてその延長上でやっぱり個人個人が自分だけ良きゃいいっていう考えを抑え込むことができる社会というのは、いいことかなっていうふうに思います。